NTT 東日本関東病院整形外科脊椎内視鏡センターの大品正人です。脊椎内視鏡手術について、今回は手術後の経過を含めてお話しさせていただきます。脊椎内視鏡手術の特徴は、傷が小さく、痛みが軽いことが挙げられます。従来の切開法と比べて、手術成績が良いという発表もあります。2022年、日本整形外科学会発表のデータから、脊椎手術自体は年間約16万件行われています。そのうち、脊椎内視鏡手術は約2万件なので、12% が脊椎内視鏡手術となっています。脊椎手術全体では、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症の手術件数が多くなっています。脊椎内視鏡手術の主な対象疾患についてご説明します。椎間板とは、背骨を構成する骨と骨の間でクッションの役割を果たすものです。柔らかいゼリーのような髄核という組織と、それを包み込む繊維輪からできています。鼠径ヘルニアなどと同じように、飛び出ているもの自体をヘルニアと呼び、飛び出た髄核が神経を圧迫すると、しびれ、痛みを誘発することがあります。椎間板ヘルニアは、腰椎だけでなく、頸椎や胸椎にも起こることがあります。中でも多く見られる腰椎椎間板ヘルニアの場合は、20から40歳の若年に多く、足や腰、お尻などに痛みやしびれが出て症状が進行すると足の筋力も落ちてしまいます。脊柱管とは背骨の中にある脳から腰へとつながる神経が通る管のことを言います。その管が狭くなるのが脊柱管狭窄症です。骨や椎間板、靭帯などが加齢に伴って形が変わり、脊柱管が狭くなって神経が圧迫されることによって発症します。高齢者に多く、症状は足の痛みやしびれで、腰痛の原因になることもあります。特徴的なのが、間欠性跛行といって、歩けば歩くほど足のしびれや痛みが強くなり、少し休むとまた歩けるといった症状があります。そのため、家の中は歩けますが、外で長時間立っていたり、長距離の歩行はできないといった患者さんが多く見られます。脊柱管狭窄症も腰椎のほか、頸椎や胸椎にも起こります。脊椎内視鏡手術では、内視鏡を挿入するため、皮膚に小さな穴を開けます。使用する内視鏡の種類は数種類あり、患者さんの症状や画像所見によって適切なものを選びます。だいたい7ミリから18ミリ程度の大きさになります。実際の手術では、内視鏡を用いることで大事な神経や骨や靭帯などを拡大して見ることができます。ドリルの操作は慎重に行い、神経を傷つけないようにしながら、周りの骨を削り、靭帯を取り除くことで神経の圧迫を解除していきます。当院で行った腰椎内視鏡手術の結果は、術後1年の時点で手術前と比べ、お尻から足にかけての痛み、しびれは約 70% が軽減し、腰痛に関しては約 55% が軽減していました。術後1年時点のアンケート結果では、術前と比べて症状が軽快している人が約 90% でした。当院で同時期に行った腰椎内視鏡手術と従来の切開術を比較すると、術後1年の時点でのアンケート調査では、内視鏡手術の方が症状が良くなっていることが分かりました。また、私が所属している医局関連脊椎グループの17病院で集めたデータを分析したところ、当院で行った腰椎内視鏡手術の成績が有意差を持って良いことが判明しました。
手術の際の合併症に関してですが、神経を痛めてしまい、術後に足首が上がらなくなるなどの神経合併症はありませんでした。その他、神経の膜が裂けてしまうことである硬膜損傷は 3.4%、手術部位が化膿してしまう深部相関線は 0.5%、術後に血の塊が神経を圧迫することによって起こる足の痛みや筋力低下に対しての再手術はありませんでした。学会調査や医学論文での発生率と比べても多いということはありませんでした。脊椎内視鏡手術は痛みが少なく、手術成績の良い手術です。それでも、脊椎手術を受けるにあたり、不安を感じる患者さんは多いと思います。当院では、脊椎内視鏡下手術の専門的な訓練を積んだ医師が在籍し、適切な術式の選択で早期社会復帰をサポートします。安心して受診してください。